マサです。今回はですね、こちら、謎の食材ですね。はい、ということでですね、今日は浜湯さんから鮮魚ボックスをね、送っていただきました。いやー、浜湯さんね、ありがとうございます。データ飛ばした。一発でデータ飛ばして2回目送ってもらいました。本当にごめんなさい。はい、ということでね、1回目めちゃめちゃたくさん送ってもらったのにね、データを飛ばして2回目ということで、1回目の気持ちで撮影に臨んでいこうかなと思います。はい、それでは早速開封していきましょう。はい、それではね、開けていきましょう。ちなみにちょっとね、小汚くなってたんですけど、めっちゃ綺麗だったんですよ。住所とかがすごい貼ってあったんで、俺がボロボロにしました。オープン。硬い。うわ、素晴らしい。こっちだった。おー、千丸。浜湯さんの船の名前ですね。何が入ってんやろ。お、来ました。まずは渡りガニ。美味しそうですね。何しようかな。さて、2つ目。なんか赤いのが見えるよ。うわー、かわいいやつじゃないですか。オープンしましょう。よいしょ。いいね。めっちゃいい魚ですよ。めっちゃ大きいじゃん。前回送ってくれたやつよりめっちゃ大きい。あ、1回目の気分で言うんだった。はい、こちらがですね、超高級魚です。マナガツオっていう食材なんですよ。こちらがですね、ホウボウですね。もしかしたらカナガシラとかなのかもしれないんですけど、カナガシラとホウボウの見分け方わかんないわ。2匹も入れてくれてる。嬉しいわ。はい、ということで4匹のね、魚介類を送っていただきました。冷凍ってあんまり刺身で食べれるイメージないと思うんですけど、実は結構みんな冷凍の刺身食べてるんですよ。もうみんな大好きマグロとかね、大体冷凍したものを解凍したものになってるんだよね。だってさ、めっちゃ遠くでさ、1ヶ月2ヶ月とか半年とかさ、半年とか行くのかな、そんぐらいさ漁してて持って帰るのに冷凍せずに持って帰れないじゃん。だからもう冷凍したものが市場に出てるんですよ。でしかも瞬間冷凍っていうもうすごい技術を使って冷凍してくれてるんで、この状態で実はめちゃめちゃね、刺身が美味しいはずです。とりあえず一旦解凍して、そっからねそっから観察していこうかなと思います。で解凍方法って言ってもいろいろあるんですけど、今回冷蔵解凍っていうのをしていこうと思います。カニとかは今回生で食べないんで、そもそも解凍せずにこのまま味噌汁とかにしてもいい気がするんですけども、カニも一応解凍します。カニは袋でいいかな。袋に入れて、これを冷蔵庫で解凍していきます。すげえ、これめっちゃ足もげるじゃん。よく浜屋さん足もがずに送ったよね。すごい繊細な技術なんだと思う。でこちらも解凍していくんですけど、ドリップって言ってなんか液体が出るんですね。でその液体が臭かったりするんで、キッチンペーパーで液体が出てきてもいいように巻いておきます。1個に固まってて大変だ。ちなみに冷水解凍とか言って塩水の氷水とかにつけて解凍する方法もあるんですけども、でも氷がないんでこれでいきます。巨大袋に入れていきます。70リッターの袋ですね。よし、こんな感じで、あとは冷蔵庫でこんぐらいだったらどんだろうな、15時間ぐらいで解凍できるんじゃないでしょうか。僕冷蔵庫に今から入れるんですけど、ちょっと汚いんでこの距離でしか見せらんないわ。人んちの冷蔵庫見るのって失礼だから、それはやっぱ見せらんない、恥ずかしいから、しょうもないこと言っておりますが、15時間待っていきましょう。はい、30時間経ちました。意外と溶けなかった。いやー長かった。回復していきましょう。まずはマナガツオから。魚丸々1尾で解凍するのは久しぶりだな。でもいい感じじゃないですか。おお、いいね。思ってたより綺麗に解凍できた。めっちゃ美味しそうじゃん。やっぱ瞬間冷凍っていうのもあるんだろうね。めっちゃ状態いいわ。いい感じで、ホウボウ何気俺初めてさばくわ。全部初めてさばくかも。はい、ということでこちら3匹出揃ったところでですね、早速観察していきましょう。はい、こちらのマンボウみたいな魚がですね、マナガツオになります。カツオって名前ついてるんですけど、全然カツオではないんですよね。この辺見たらわかるもんね。そもそもね、身が赤くないよね。でちなみにですね、この魚めちゃめちゃ高級魚です。魚屋とかでね、何回か見たことあるんですけど、とんでもない値段するんで買ったことないです。めちゃめちゃ美味しいんじゃないでしょうか。あと一つ言っとくんですけど、この魚はですね、骨が柔らかくてめちゃめちゃさばくのが難しいらしいんですね。それはさばけないってもう断言しておきます。さばけませんので。はい。で次、こちらホウボウですね。一見するとですね、普通の見た目の魚なんですけども、ここにある胸びれが特徴的なんですよ。ほら、これすごいよね、この胸びれ。こんな感じでね、胸びれを広げながら砂地とかをね歩いてるんですよ。ここにね足みたいなのがあって、これでねそこを歩いてね生活してるんですよ。結構ね面白い魚ですよね。でこれが2匹と。でですね、こちら
こちらはですね、渡りガニです。カニはね、あんまり説明することないんですけど、渡りガニみたいなタイプのカニはですね、こんな感じで足が平べったくなってて、めちゃめちゃ泳げるんですよ。渡るカニだから渡りガニなんですね。これは味噌汁にでもしようかな。はい、ということで、たくさんのね、食材いただきね、はめさんありがとうございます。伊勢海老をね、僕の方から送り返しときました。ということで、今日はですね、マナガツオの刺身塩焼き、そしてですね、ホウボウの刺身バターホイル焼き、そして渡りガニの味噌汁、こちら5品を作っていこうかなと思います。ということで、早速調理していきましょう。はい、それではまずはマナガツオから。これね、鱗がね、すごい剥がれやすいと思うんですよ。お、めっちゃ剥がれやすい。いい感じです。でもこうやって触っただけで手ついてくるもん。めちゃめちゃ剥がれやすいよ。ブダイも見習ってほしい。あいつらもう本当にって感じぐらいにくっついてるからね。取りづらいな、包丁。こういうのはカナダ足がやりやすいんですよ。ほら、ちっちゃい鱗はカナダ足とかが結構やりやすかったりします。正解でした。じゃあ反対側、こっち向きか。これちゃんとね、脳天締めしてくれてるんですよね。相当血抜けてるんじゃないかな。尻尾もこうやって切ってあるから、多分めちゃめちゃうまいはずよ。魚屋でアルバイトしてたことがあるんですけど、魚の店長がマナガツオが今まで食った中で一番うまいって言ってたぐらいの魚なんで、だいぶうまいはずよ。めちゃめちゃ期待してます。今期待しかしてない。はい、次はホウボウです。ホウボウって鱗あんのかな。あるにはあるけど取りづれ。よくよく見たら若干ありますね。これを言うのはね、口に残るんでしっかり取っといた方がいいです。ホウボウもマジで久しぶりに食べるな。楽しみや。はい、それでは鱗を落とし終わりました。はい、でこちらですね、氷水です。水道水がびっくりするぐらいぬるいんで、これ32度ぐらいあるんで、これかけたくないです。ということで氷水で洗い流して重たいいきましょう。マジでぬるいんだよな、水が。よし、はい、それでは綺麗になりました。今日3匹いるんでね、こっち避けましてホウボウちゃんからさばいていきましょうか。まず頭を落としていきましょう。今日2匹いるからいつもと違う頭の落とし方でいこうかな。いつもはですね、この胸びれの後ろぐらいからこうやって包丁入れてるんですよ。こうやって斜めに、こうやって斜めに入れると斜めに切った分だけ身が多く残るんで、一番刺身の量が取れる落とし方なんですね。僕は基地なんでね、そういう落とし方でやってるんですけども、やっぱ僕の中で一番楽だなと思ってる頭の落とし方は、こういう胸びれとかを上げまして、でこの腹びれの下から包丁を入れて、このまま下に入れます。はい、こんな感じですね。一番簡単です。これがザクって一発で終わるんでね。ではお腹を開いていきましょう。すごい、やっぱ冷凍だと腐敗が進まないんで内臓めちゃめちゃ綺麗ですね。いい感じです。では次です。今回いつものおろし方でいきましょうか。半身側から斜めに入れまして、反対側からまた斜めで入れます。で背骨をザクッと切って、これ引っ張ったら内臓もだいぶついていく。来ないね。はい、来ないですが、今のはなかったことにしましょう。でこれ内臓をこうやって取りまして、先ほどと同じ形になりました。はい、こんな感じですね。さっき言ってたのは、これわかるかな。胸びれの際のところから斜めに切ったんで、両側から切るやり方は、ここの部分、斜めになってる部分の身が多く取れるんですね。で、こっち側は逆に、ほら、ストンってなってるの分かりますよね。本来、ここに斜めに入れたら取れた部分の身が取れてないんですね。若干しか変わりはしないんですけど、ただ刺身で食べる場合、1枚とか切る部分が変わっちゃうんで、それ結構でかいよね。高級寿司なんて1貫800円とかするじゃないですか。これだけで800円分とか変わったりしますからね。ではこのまま綺麗に洗い流して三枚おろしにしていきましょうか。じゃあこの冷水の中で洗っていきます。もう本当になんか今日熱すぎる、水道水が。さて綺麗になりましたということで、こちら三枚おろしにしていきましょう。うわ、これもう丸っこいからやりづらい。いやーでもホウボウも初めてさばきますね。意外とさばきやすい。骨がまっすぐ入ってるわ。皮も柔らかいし。うわ、美味しそう。なんか冷凍させてもそんな身って劣化しないんですね、やっぱり思ってたより。めっちゃさばきやすい。オッケー。じゃあ2匹目はちゃちゃっとさばいちゃいましょう。
じゃあ反対側。あ、やばい、頭の硬いところついてるわ。オッケー。てかね、めっちゃ不思議なんだけど、ほぼリンゴの匂いがする。リンゴ臭だ。リンゴみたいな味するんじゃない、もしかしたら。さて、三枚おろしが終わったところでですね、次マナガツオ行きましょうか。マナガツオ行きましょう。マナガツオはね、どうやら骨がめちゃめちゃ柔らかいらしいんですよ。で、ちっちゃいマナガツオとかだと骨ごといけるみたいなことも聞きました。ちょっと俺ザクッて切ってみてもいい？俺これが憧れだったんだよ。本当にザクッと切れるのか。こんな簡単に切れる？めちゃめちゃ卵が切れました。まあいいでしょう。ちょっと楽しいな、こんな骨柔らかいと。卵めっちゃ詰まってんな。こんな卵でかかったんだ。今回これ煮付けまでいくと40分ぐらい動画になっちゃいそうなんで、割愛です。でももちろんね、頭も塩焼きにしていきましょう。めっちゃ柔らかいんだ。柔らかい、すごい。鶏の軟骨とかより柔らかいと、普通に。柔らかいことある？すげえよ。さて、じゃあまた洗っていきましょう。こんな柔らかいんだな。すごいわ。はい、それではですね、3枚におろしていきましょう。先ほど見せた通り、骨がめちゃめちゃ柔らかいんですよ、これ。下に行く可能性がめちゃめちゃ高いということなんですけども、まあ余裕ですよ。でもね、気づいたら下行ってるんだと思う。ちぎってもしゃあない。骨の形を予測するしかないと思う。あ、いけてる気がする。反対側、まずは皮に切り込みを入れるんですけど、皮の切り込み入れるだけで骨まで到達しそうだな。そんな難しくないじゃん、言うほど。なんだよ。皆さん、そんなに難しくなかったです。言うほどだ。まあ、とはいえですね、これ反対側の方が難しいと言われてるんですよ。これができたら本物です。いきまーす。もう早く食べたいんだけど、早くさばこう。めっちゃ気持ちいい。でもこれさばいてる感じが、力入れなくてもね、身が入っていくんですよ。なんとかおろせましたね。美味しそう。ちょっと皆さん、背骨ザクザク切って遊んでいいですか？遊びますね。はい。うわー、柔らか。気持ちよ。うわー、柔らか。柔らかいぞ。これ背骨もいけんじゃない？背骨ですらすごい。てかこんな背骨の断面で綺麗だったんだ。ハイブランドのロゴでありそう。はい、そんなところで料理再開していきましょうか。はい、それではラスト、渡りガニの下処理をしていきましょう。まずはですね、こちらふんどしを取りまして、で、ここを外していきます。で、今からですね、カニエラエボシっていう寄生虫がたくさん出てくると思うんで、皆さん覚悟してください。そして硬いな。まだ冷凍してんのか。いきます。結構覚悟しといた方がいいと思います。すごいですよ。はい、こちら、ここにね、あるカニエラエボシってやつなんですけども、これね、カメノテとかの仲間です。甲殻類ですね。で、ここにエラがついてるんで、エラ取っていきましょう。エラを取って、すごい、カニエラエボシ。結構気持ち悪い見た目してるんですけど、問題ないです。別にこれがいるからといって食べれないってわけじゃないんで、問題ないです。いるだけです。で、これ真っ二つに割りますか。割って、で、これ割ったら、ここら辺汚れがついてるんで、これを洗い流して茹でていきましょう。でもこのままだと食べづらいんで、これ切っときます。足とかね。うわ、すげえうまそう。ちょっと刺身で食べてみようかな。めっちゃ身パンパンに詰まってるわ。すげえいい渡りガニだと思う。でも冷凍してるんで、すごいね、取りやすくなってると思うんですよね。いいですね。はい、取れました。意外とグロテスクな見た目してるな。生臭い気がする。では、醤油をかけていただきましょう。いただきます。美味しいわ。
ちゃ身入ってる。いいね。はい、それではまずは味噌汁を作っていきましょう。具だくさんだなこれ。ちなみに具材は渡りガニだけです。セット。料理酒少々。結構アク出てきますね。はい、それでは味噌を溶いていきます。完成です。はい、それでは2品目、塩焼きを作っていきます。もう塩焼きはですね、やっぱ頭の部分でしょということで、塩をこちらで振っていきます。こちらホウボウも焼いていこうと思うんで、腹骨を落としていきます。めっちゃむずいこれ。どういうこと？で、血合い骨はですね、骨抜きで抜いていきましょう。こんな感じで。結構骨でしっかりしてるね。じゃあこちらをですね、食べやすいぐらいのサイズに切っていきます。で、マナガツオも切っていきましょう。これ難しいね。ここがね、結構奥まってるっていうんですかね。めちゃめちゃ難しい骨の入り方してるわ。なんか密質的には結構南洋貝割りとかその辺に近い密質してますね。まあなんとなく取れました。では血合い骨を落としていきましょう。じゃあこちらも食べやすいように適当にカットしていきましょう。これはですね、塩焼きと同時にアルミホイルでバター焼きにしていきましょう。とりあえずちょっとくっつかないようにバターでも塗っていこうかな。下に。で、塗ったところでですね、こんな感じで並べていきましょう。で、バターを置いて、で、ここに塩を振っていきます。で、OK です。ついでなんでね、これも焼いていきましょう。ではですね、こちら新兵器を使いまして焼いていきましょう。やばいぞ、ちょっとでかかったぞ。オッケー。これで焼いていきましょう。セット。着火していきます。着火。うまく焼けるといいな。どうした？煙がすごいことになってきたぞ。映ってるか？やばいやばい。どうした何の煙や。バターが溢れたのかな。うわー、一酸化炭素中毒になっちゃう。で、これをひっくり返せるんですよ。うわー、いいじゃん。最高です。はい、それではラストですね、刺身を切っていきましょう。こんだけ長いと刺身として食べれないんで細くしていきましょう。ここはこんぐらいの、ここはこんぐらいでしょう。で、これ皮引きがね、めちゃめちゃ難しいんですって。まあマサルぐらいになるとこういうのも余裕なんですけどね、銀皮を残しつつ引くのがうまいやり方と言われてますからね。まあ余裕でしょ。あ、やばい。これはやばいぞ。いきます。うますぎと見せかけて皮残ってますね。思ったよりうまくいきました。はい、そしたら次ホウボウの皮引きをしていきましょう。ホウボウこのままいけんじゃないかな。ぼちぼちやな。さて、じゃあ切り付けをしていきましょう。じゃあここに持っていきましょう。白くて綺麗な実やな。では次、ホウボウですね。よいしょ。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、マナガツオ初です。めちゃめちゃ楽しみですね。とりあえずね、俺はバター焼きからいこうかな。じゃあ開けていきます。さてさて、どうなんでしょう。うわ、やばい、くっついてる。
おお、いいじゃないですか。いただきます。うわ、うまっ。めちゃめちゃ美味しいわこれ。今ちなみにマナガツオを食べました。次ホウボウ食べましょう。ホウボウです。あ、全然違うね。なんかね、マナガツオの方が全然美味しい。バター焼きにすごい合うね、ふわっふわな密室ですね。めちゃめちゃ美味しいわ。じゃあもう今日は4品もあるんでね、どんどんいっていきましょう。次はね、塩焼きいってみましょうか。もう酔いが悪いと言われようともう構いません。かぶりつきます。いただきます。嘘でしょ、これはうまいわ。うん、めちゃめちゃ美味しい。塩焼きにめっちゃ合うね、この魚。最高だわ。うん、うまっ。身がね、めっちゃ柔らかくて、なんて言うんだろうな、ふわふわっていうよりはもうトロトロに近い感じ。めちゃめちゃ美味しいです。これ最高だわ。ありがとう、浜屋さん。じゃあ次ね、刺身いきましょうか。まずはマナガツオからでしょ。いただきます。まあ普通に美味しいんですけど、まあ、やっぱ一旦冷凍してあるんで若干細く出て水っぽさはありますね。まあ普通に美味しいよ。なんかサーモンっぽい面白い味してる。めっちゃサーモンみたい。じゃあホウボウいきます。ホウボウいただきます。ホウボウうまいじゃん。刺身の方が美味しいわ、ホウボウは。ラストはですね、味噌汁で締めていきましょうか。いただきます。あー、いいね。カニのいい出汁が出てるわ。はい、それではこちらカニの身をいただきましょうか。うわ、うまそう。いただきます。うまっ。美味しいわ。はい、それでは浜根さんごちそうさまでした。いやー、マナガツオうまかったっすわ。なんかもうこれ友達だからお世辞で言ってるとかじゃなく、もうシンプルにマナガツオうまい。これはね、みんなマジで塩焼き食べてみてほしいなと思いました。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。